皆さんこんにちは。職場の人間関係に辟易として新たな職場を考え始めている投資家カモーラレです。さて今回の動画のテーマですけれども、アメリカの地方銀行の破綻から始まり少しマーケットが混乱している中でアメリカの経済、利上げも含めてどんな風に見込まれているかの状況整理と、それと対照的に日本株が現在置かれている立ち位置というのをまとめていきたいと思います。それを受けて今海外投資家からも狙われている日本株のテーマ。これが現在足元で混乱しているマーケットの中でも逃げ場となって、さらに長期的なテーマとして有効な投資になるんではないかということで、具体的なデータ分析を行って、今回も生き残る銘柄をご紹介したいと思います。よろしければ最後までお付き合いください。さてまずは一つ目のお話として金利の上昇とバリュー株ということで、この2つの関係性というのを見ていきたいと思います。先に冒頭のテーマで申し上げたように、現在のアメリカ経済の状況をご覧いただきますと、こちらは前回の動画でもご紹介した同じ内容なんですけれども、そちらご覧いただいてない方のためにごく簡単にご説明しますと、アメリカでとんでもなくインフレが起きている。それを叩くために FRB、パウエル議長が利上げを急速に行ってきた。これはすなわち国債、米国の債券の利回りも上昇させる。これによって債券の価格というのは低下するわけですので、米国債をたくさん持っている銀行というのが苦しめられてきた。そして政策金利が引き上げられていることによって景気が引き締められ、一般の企業も資金繰りに困ってきたということで、銀行から預金を引き下ろす。銀行からしたらダブルパンチという状況だったというお話ですね。そしてシリコンバレーバンクの破綻から急激に政策金利の織り込みというのが本当に一気に変化しました。そもそもこの状況で政策金利を引き上げる必要が本当にあるのか。はっきり言って銀行が破綻し一般企業の資金繰りが苦しめばハードランディングという形でインフレというのは自動的に収まってくるわけですので、これ以上の政策金利はほとんど必要ないのではないかとマーケットで見られています。実際にですね、今後の FOMC の開催に伴ってどれくらいの利上げが行われていくか、以前の動画でもご覧いただいたチャートですけれども、こちらそれぞれの FOMC の会合で政策金利がどこに位置するかというマーケットの織り込み予想ですね。以前は2023年の間ずっと 5% のところを横ばいで推移していたんですが、先週から一気にですね、こちらあと2回程度の利上げ、しかも25ベースポイントずつの2回で、2023年の中頃からは利下げに転じなければならなくなるんではないかと予想が転換されたわけです。さてアメリカはとはいえ 5% 台まで利上げを行った上で利下げに転換してくる。一方で日本はどうなのかという話ですけれども、黒田総裁が退任してようやく新体制のもと利上げに転じていくんではないかと、何事もですね、一歩遅れているわけです。ですのでここまで利上げを行ってきたアメリカの10年債変化幅とバリューグロース株の関係性というのをご覧いただきますと、こちら水色の面で塗られているグラフが10年債の20日の変化幅ですね。そして濃い青の線グラフというのがバリュー株が上に行けば線グラフは上に、一方でグロース株が勝てば線グラフは下に行くというグラフになっています。そうすると水色のグラフと濃い青の線グラフというのはかなり相関が高く見受けられる。つまり10年債の利回りが上がる局面であればバリュー株が勝つという展開がアメリカではここまで続いてきたというわけですね。ここまではと書いているのは、先ほどご覧いただいたように、アメリカにおいてはマーケットの予想、政策金利が一気に利下げの方に転じている。利上げの環境というのはいつまで続くかわからない。一方で、日本に関してはそもそも利下げという選択肢はないわけです。これから利上げを始める。そんな中で日本株がご覧いただいているグラフのように、金利の上昇とバリュー優位という関係性になるか、そういったところに焦点を当てたいわけですね。あとはマーケットが混乱している時に景気敏感株を買いたくない、よりディフェンシブなバリュー株というのを選びたいという動機もありますけれども、その他にも2番目のテーマとして低 PBR 銘柄に対するテこ入れということが長期的なテーマとしてご紹介したい内容です。皆さんもご存知の通り、今年の1月末にですね、東証がいろいろ市場改革を行う中で PBR というテーマに関してブチ切れました。日本の株式市場各銘柄
PBR が低すぎる、なんなら1倍を割っている銘柄があまりにも多いので、PBR が1倍以下の企業は何とかしろと改革に乗り出したわけです。PBR が1倍を割っているというのは簡単にどういうことかと言いますと、その株式の企業が持っている資産ですね。例えば現金であったり、他の会社の株式、その他にも土地であったり、企業の業種にもよりますけれども、工場、さらには機械、設備など、いろいろあると思います。こういったものをですね、例えば企業が解散となった時に全部売っ払って残る手元の価値。これが株の時価総額よりも高い。つまり株式の評価がマーケットであまりにも低すぎて、企業が今持っている手元の資産の方が価値があるという状態の企業ですね。裏を返せばこの企業、来年以降の成長率が株価には全く反映されていないということです。ですので、東証が何とかしろと怒っているわけですね。ただこの資産というのは、マーケット、今本当に足元で起きているようなタイミングですね。将来性に対して懸念が起きている時というのは非常に強いものになります。なぜなら将来の成長性、収益というのは実際どうなるかはわかりませんし、予想も変動するものですけれども、手元にある資産というのは確実なもののわけです。ですので今回このマーケットが混乱しているタイミングで低 PBR の銘柄をご紹介したいわけですね。さてここでいくつか簡単にデータをご紹介したいと思います。東証が PBR1 倍以下の企業をなんとかしろとブチ切れているわけですけれども、実際どれくらい違いが出ているのか。まずはトピックスと S&P500 アメリカの株、そしてストックスヨーロッパの株ですね。それぞれのマーケットで現預金が負債を上回るほど潤沢な企業の比率、トピックスがダントツで 60% 近く、手元に現預金をジャブジャブと余らせている企業があまりにも多いわけですね。そしてもう一つ、PBR に関して先ほど東証が起こっていると申し上げた1倍を割っている企業の比率、なんとトピックスは半分以上がこれに当てはまるのに対してアメリカ S&P500 は 5% にも満たない。ほとんどの企業が株式の価値として企業の資産の価値よりも高い評価をつけている。将来性に価値を見出しているということですね。そもそも皆さんご存知の通り日本の企業は手元に現預金をジャブジャブと余らせる傾向がありますけれども、そんなことをするんだったらそもそも株式市場から資本調達する必要もないわけで、対して成長する意欲もないということですね。実際過去 PBR の推移というのを指数ごとにご覧いただいても、濃い青の線がトピックスで薄い水色がS&P500、グレーがストックス、ヨーロッパですけれども、常にですね、20年間、日本が最も下を走っている。資本調達はするけど、お金はあまり使いたくない。企業成長のために資金を当てたくないという状況ですね。実際 ROE という指標、株式によって資金調達をしたことで、どれくらい企業の収益につながっているかという指標ですけれども、これもですね、指数ごとにご覧いただいて、ダントツで日本が一番下を走っているということですね。当然これは世界の投資家の間でも知られていることですけれども、これに対してようやく東証が改革を行ってくるということであれば、今後この資本効率が悪くて溜め込む性質のある日本の企業というのが少しでもヨーロッパやアメリカの企業のように経営体質が変わってくるんではないかということで、この改革に対して海外投資家も早速青互いというか狙いを定めてきています。ということで今回3番目のテーマ、データ分析を行って低 PBR の銘柄、どういったところが挙げられてくるかというのをご紹介したいと思います。どんなデータ分析を行うかと言いますと、企業に対してどんな資産を持っているか、株式の方ではなく、持っている資産が多いところから分析を行っていきます。まずは現金、そして他社の株式ですね。持ち合いの株式。そして先ほどは工場や設備など業種にもよりますがと申し上げましたが、まさしく業種によるものというのは比較する際にあまり適していないので、今回使うのは持っている土地、さらには持っている不動産からの賃貸収入というのも不動産業にとっては実質現金と同等物ですのでカウントしていきたいと思います。それでは早速データをご覧いただきますとこちらですね。データは左側から銘柄の属性、そして時価総額に関しては500億円、大型株となるように制限をつけています。そして PBR の列、ほとんどが1倍を割り込んでいる。高くても 1.5 倍や 1.8 倍にとどまっている銘柄になっています。そしてこの株式の時価総額に対して現金がどれくらいあるのか、持ち合いとなっている株式の割合、さらには土地と賃貸収入の割合というのをこの4列で
まとめています。そしてそれぞれ4列を合計した数値というのが合計という列に現れているわけですけれども、最もこの合計値が高いのが2168のパソナグループですね。PBR は 1.5 倍、1倍は割れていませんが、キャッシュはジャブジャブで 82%、持ち合いとなっている株式も 227% と、とてつもない株式の保有割合となっています。パソナグループ自体の時価総額に対してパソナが持っている他社の株式というのが2倍以上の価値となっています。そこから続くのが TBS ホールディングス、TOC、片倉工業と PBR が1倍割れの3銘柄が続きます。こういったところは今回の東証の改革によってテこ入れが入りますので、息の長いテーマとして注目されてくるんではないかというところですね。業種で言うと2番目の TBS、7番目のテレビ朝日、9番目の富士メディアといった情報通信、テレビ局の銘柄や TOC、住友不動産、三菱地所といった不動産の銘柄が多く並んでいます。ただ一番右側の列ですね、配当利回りをご覧いただくと PBR が低くて資産がジャブジャブ余っているはずなんですけれども、あまり配当を配っている銘柄が見受けられない。ほとんどが 3% を下回っていて、唯一 3% 上回っている下から2番目の富士メディアホールディングスでも 3.5% となっています。ということで、今度はこの配当利回りというところに制限を設けて、同じように資産がジャブジャブ余っている銘柄をピックアップしてみたいと思います。そうするとですね、ここの配当利回りのところは 3.5% 以上のものに制限をかけています。この条件のもと、それぞれ資産合計していって、最も株式価値が低評価にさらされているもの。一番上からバイタル系 SK ホールディングス。いかにも何かがくっついたような名前ですけれども、PBR は 0.5 倍、そして配当利回りは 4.3% と、株式の時価総額に対して持っている資産は 142% とかなり持ち合わせていますね。こういった銘柄の特徴だと、東証による低 PBR のテこ入れのテーマにも当てはまりますし、今マーケットが混乱している中で確実な資産を多く保有している。そして今後日本が利上げに向けて動いてくると見られる中で、バリュー株、高配当関連の銘柄、すべてが合致するという特徴が非常に魅力的に映ってくるわけです。さらに2番目以降は日鉄工業、三井倉庫ホールディングス、住友倉庫。こちらのリストでは三井倉庫ホールディングス PBR1.2 倍以外は1倍を割れています。そして配当利回りも高く、株式の時価総額に対して同等あるいはそれ以上の資産を保有しているということですけれども、こちらの合計値をご覧いただきますと、やはり配当利回りで縛る前の先ほどのリストよりは少し低い割合となっている。つまり先ほど申し上げたようないろんなテーマがバランスよく要素として含まれている銘柄であればこちら。そこまで配当利回りにはこだわっていないけれども、低 PBR、海外投資家からも非常に注目を浴びている銘柄たち。そこに対する改革による資金流入に重きを置きたい場合は、一つ前のリストで銘柄をご参考にしていただければと思います。個人的にはこのチャンネルでも今年に入ってからいくつか高配当の動画をデータ分析のもとお出ししていますが、倉庫運輸業というところが先ほどのリストにはなかったですけれども、こちらのリストで入ってきているところが注目かなと思います。今回の銘柄たちも皆さんの投資判断に少しでもお役に立てれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。